はいどうも、フランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのは地下鉄オデオン駅の入り口でございます。そう、今回のパリ散歩、皆様をサンジェルマン・デ・プレへとお連れしたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、今ね、目の前に見えているのがダントンといってフランス革命の時代に活躍した政治家ですよね。彼は非常に演説がうまかったっていうふうに言われているので、見てください。今ね、演説台に立って指をさしながら諸君っていう感じでね、演説をしている姿が彫刻になっています。彼はフランス革命の時代のね、激しい政治の波に飲まれて、最終的にはギロチンにかけられて処刑されてしまいます。純年34歳でした。そんなフランス革命を体現すると言ってもいい人物であるダントンのね、オマージュを捧げるためにここに彫刻があります。まさにここにダントンが住んでいた場所ですね。目の前にはサンジェルマン大通りというものが走っておりまして、こっちをね、こっち側をずっと行くとサンジェルマンデプレ教会に行きます。しかし私たちはいつものように大通りを行くんではなくて、裏道をね通りながらサンジェルマンデプレ教会の方に向かっていくとしましょう。こんなところにね、カフェがありますけども、そのカフェの隣がちょうどこんなパッサージュになっているんです。フーオドゥコメアクスサンタンドレっていうところなんですが、早速この裏道から入っていきましょう。ということで今回もサンジェルマン・デ・プレ裏道散歩のスタートです。はい、裏道に入るとね、急にこんな感じのいい静かなねパリが現れるっていう感じなんですよね。先ほどダントンのお話をしましたが、ここにもねカフェがあるんですけれども、ダントンギロチンにかけられて処刑されていますが、ここはねギロチンを初めて製作した職人のアトリエがあった建物なんです。シュミットさんというね職人さんがギロチンを作っています。ギロタンっていう博士がもっとね人道的に処刑を行うべきだ、すごい話なんだけども人道的に人を殺すべきだっていうね、そういう提唱をしまして、でそれに従って、あそこにねあったアトリエを持っていた職人さんがギロチンの試作を作って、ギロチンをね作っています。さあ、こんなところにねアンディモンシャパリでのある日曜日なんてねおしゃれな名前がついているサロン・ドゥ・テ、カフェがあるんだけども、ここのね室内ちょっと反射して見えにくいかもしれないけども、見てください。これね、なんか塔みたいなものがあるでしょ。これは12世紀フランスで作られたフィリップ・オーギュストという王様が作った城壁の跡なんです。そんなねいろんな歴史深いものがいろいろあるということなんですね。そしてここ、今度はプロコープっていうカフェ、これちょうどね裏口になるんですけども、ここはねパリ最古のカフェとも言われているところで、本当はね他にもカフェっていろいろあったようなんですが、有名なのは残っているのはここプロコープっていうところ。ここはダントンも来ていたし、マーラーも来ていたし、ロベスピエールも来ていた、フランクリン・バンジャマン・フランクリンなんかも来ていたっていうね、非常に歴史のある有名なカフェになっています。このねカフェはね、今はレストランになっていて、メニューはねいくらぐらいだろう。2品で 19.5、3品で 26.5 だから、2コースで2500円ぐらいで、3コースで3500円ぐらいって、そんな感じのね、レストランになっています。しっかりしたレストランなんでね、フランス革命が好きだし、そして、しっかりとしたフランスの伝統的な料理食べたいなんていう時は絶対ね行ってみるの悪くないと思いますよ。はい、先ほどね12世紀のフィリップ・オーギュストが作った王様ね城壁の跡がありましたよね。まさに今私たちが歩いているところ、ここが城壁があった場所なんです。そして今道に出ましたが、ここがねリュー・サンタンドレデザールっていう道なんだけども、まさにねこっから先がパリの市内ってことなんです。12世紀だとね、12世紀の中世においてここはねパリの中でも非常ににぎわっていたメイン通りの一つだったんですね。このままずっと行くとサンタンドレ・デザール広場というのに行きまして、そこにはサンタンドレ・デザール教会があったんですね。今ではもうなくなってしまいました。そしてその広場をちょっと過ぎると大天使ミカエルの噴水があって、さらにその先がノートルダム大聖堂っていう、そういう位置関係ですね。ですからまさにねこれ今
パリの中心に向かっているっていう感じの位置配置だと思ってください。はい、12世紀というとね、この辺は城壁の外はもう野原だらけ、何も建物はない。でパリの城壁の中が少しずつ発展していくってそういう時代ですけども、ここにねサンジェルマン・デ・プレ界隈には2つの大きな修道院がありました。一つは野原の中に立っていた城壁の外にあったサンジェルマン・デ・プレ、デ・プレっていうのは野原のって意味ですからね、野原にあるサンジェルマン修道院ってことで、もう一つがグランド・オーギュスタン修道院ということなんですが、それもね革命の時に一切なくなってしまいました。しかしこのように道の名前として残っています。リューデ・グランド・オーギュスタンという道を行きましょう。はい、今ではね修道院はなくなってしまいましたが、修道院がかつてここにありましたので、その修道院の名前がね道の名前として今でも残っているということなんです。このね建物のね左側、今ではねショップとかさ住宅とかさ、あとここねすごい高級地な高級住宅街っていうかすごいセレブな街なんだけど、ちゃんとねこういうコインロッカーとかもね、コインロッカーじゃないや、コインランドリーなんかもねこうやってまだ残ってるんですよね。すごい珍しいです。パリ中コインランドリーいくらでもあるんだけども、こういうねすごい地価が高いところに残ってるっていうのは珍しいなと思いますね。はい、でこの左のねところがずっとこれが修道院があったところです。今ね住宅とかになっています。本当はねここの道をすぐ左に曲がろうと思っているんですが、その前にねちょっとお見せしたいものがあるので、そこだけお付き合いください。この道をねまっすぐ行って突き当たりはもうセーヌ川でございますよ。そして何を見せたいかというと、時代がね変わって20世紀です。20世紀の偉大な芸術家がいますよね、パブロ・ピカソ。彼は非常に重要なゲルニカという作品を描いております。そのゲルニカを描いたアトリエというところに皆さんをお連れしましょう。もうねすぐそこなんです。今ね右手に大きな門が見えてきましたよね。このね建物、ここでピカソがゲルニカを作成していました。ゲルニカをね作成した時、ピカソは、ドラ・マーラっていう人ね女性と愛人関係にあって、彼女はね写真家だったんですよ。でピカソがね作成しているその時を写真を撮りながらドキュメンタリーみたいにして、彼女がね写真作品で残しています。ちょっと近づいてみようか。ここにほらこんな書いてありますよ。パブロ・ピカソがここの建物に1936年から1955年まで住みましたと書いてあります。まさにこのアトリエの中で彼は1937年ゲルニカを描きましたと書いてありますね。そしてその下にはねバルザックが知られざる傑作という小説の舞台にしたのもここですと書いてあります。はい、そんなね歴史のある建物です。でこのね後ろにはこんななんかすごい古めかしいルイ・トレーズ、ルイ13世の旅館っていうねそういう名前がついたレストランがあるんですよね。これね結構高級フレンチなのでだから5品ついて65ユーロ昼食、9品ついて145ユーロだから2万円ぐらいかな。で夕食だとそれよりもちょっと高くなって6品ついて95、1万3000円ぐらいで9品ついて145ユーロ1人、2万円2万5000円ぐらいかな。なんかね、そんなね高級フレンチのレストランがあるんですが、面白いんだよねこれ。ほらこんな風に書いてある。ここには若いルイ13世がお父さんのアンリ4世の死後1時間後にここで即位しましたって書いてある。すごいところでしょグランドオーギュスタンっていうところなんだけどさ、確かにさこの建物ほらすごい古いんですよ。つまり17世紀ってことだよね。アンリ4世の時代ってことは、アンリ4世っていうのはシャトレっていう駅がありますけども、近くでね暗殺されてるんですよね。確かね教会がなんかの帰り道かな。とりあえず馬車から降りようとしたところを、ナイフで刺されてね、それで、死亡しています。ここにマリアージュフレール、紅茶屋さんですね。お土産の定番という感じですけど紅茶屋さんがあります。はい。
でアンリ4世の話、暗殺されていたんだけども、まさにねそのアンリ4世の時代にこの辺がもう一度都市開発をされました。これから行くこのクリスティン通りっていうのもアンリ4世の時代の、作られた道なんですね。17世紀作られた道ですよ。だからね結構細いでしょ。クリスティーヌっていうのはアンリ4世の2番目の娘さんの名前です。彼がね都市開発したんで、彼の2番目の娘さんの名前がついているってことですね。ここにね大きなフォークがこうやって見えてるんだけど、ここもねレストランなんですよね。すごいおしゃれなレストランでさ、なんかすごい美味しそうだなと思ってるんですけど、食べたことないんだけどさ、これね結構ね値段も今そこそこって感じかな。だから3品で32ユーロ4000円ぐらいで、2品前菜とメイン、あるいはメインとデザートで27ユーロか。まだ手が出るなって感じだけどはい、そしてねもう一つ紹介したいのは、ちょっとまだ、今ちょうどお昼の1時頃です。はい、ここスタジオクリスティーヌ、これ夜になるとね多分開くと思いますけど、これね名画座です。アメリカ映画のね古いやつとかフランス映画の古いやつとかをやっています。で名画座であると同時にねもう一つ歴史的建造物があって、ルイ14世のお医者さんであったドゥニス・アランという人がここに住んでいたって書いてありますね。そしてこの4番という番地が書いてありますけども、ここの書いてある門がですねちょうど歴史的建造物に指定されているってそんなところです。こういうふうにね歴史的建造物に指定するともうそれをね壊したりそういうことがもうできなくなってしまうので、そうやってね、文化財を保護してるっていうそういう感じですよねフランスは。はい、でこのクリスティーヌ通りをずっと行くと、ドーフィンヌ通りっていうのにぶつかって、今ちょうどねほらバスが通ってるところ、あそこがドーフィンヌ通りなんだけども、これをずっと右に行くとね、アンリ4世時代に作ったセーヌ川にかかっている橋ポンヌフっていうところに行きます。はい、そしてこのクリスティン通りとこのまさに交差点に非常に有名なジャズクラブがあったんです。アンリ4世の時代じゃないですよ、20世紀ね、戦後です。1947年ここに非常に有名なジャズバーがあって、その名前がル・タブー、タブーって名前だったんだよね。そのね記念パネルなんていうのもここにあります。見てください。はい、ここにル・タブーがありました。1947年に開館した戦後の非常に有名なジャズクラブっていうふうに書いてありますよね。このジャズクラブで有名になったというか、ここで歌ってた、フランスの歌手を代表するような人、ジュリエット・グリコっていう人がいたり、あるいはねトランペットを演奏していたのは小説家でもあり詩人でもあり、そして歌手でもあるボリス・ビヨンっていう人なんですよね。これまっすぐ行くとねポンヌフです。そして私たちはここのパッサージュ、こちらを通っていきましょう。またねパッサージュです。ドーフィン通りにあるパッサージュなのでパッサージュドーフィンと言います。はい、こちらですね。やっぱねパッサージュいいよね。本当に趣があるなって感じです。ここの建物分かりますかね。椅子がいっぱい並んでるでしょう。分かります？これね教室です。フランス語学校、これでねフランス語を学ぶことなんかもできます。見えるかな。この一番前に白板があってさ、その白板の後ろっていうかな、そこが城壁の壁になってんだよね。で先ほどのパッサージュも城壁だったんだけども、まさにねここもかつてフィリップ・オーギュストの城壁があったそのお堀に作ってあるパッサージュなんですね。そうして見てみるとね、見てくださいよ、こんなレンガ造りのさ建物なんかが出てくる、素晴らしいでしょう。こんなねレンガ造りの建物のところに実はね隠れ家的にティーサロンがあるんです本当にねこのティーサロンおすすめですよ。今日はね空いてないかな。最近ちょっとコロナとかでね閉まってるところなんていうのも結構あるんで、どうだろう。すげえ水されてるけど、これ上の人が植木に水あげてんだな。残念、閉まってますね。ここはね全部自家製のタルトとかがね有名なところで、だいたいタルトはね6ユーロから8ユーロの間で売っています。ここでね、
ノートパソコンとか広げながら、ここに本当はテラスがねざーっと出てて結構にぎわってるところなんだけど、こんなねところで一仕事してるなんていう人もいますね。はい、パリに行くとさ、いろんなカフェとかいっぱいあるんだけども、こんな裏道にある隠れ家的なねカフェに入って、そしてね、ちょっとしたお菓子を食べたりお茶を飲んだりするっていうのも非常にいいじゃないですか、ね、おすすめです。こんなパッサージの中のカフェ、ぜひねパリ来た時は試していただきたいと思います。はい、今度はねパッサージをってマゼリン通りっていうところに出てきました。ここでねすごい向こう並んでるでしょ。あれこだわりラーメンって言ってね、ラーメン屋さんです。パリに、ね、すごい人気のラーメン屋さん、ラーメンすごいねフランスに人気なんですよ。でここにパーキングってありますが、なんとここ入っちゃいましょう。パーキング、地下パーキングに皆さんをご案内いたします。なかなかないでしょこのね観光してパリの地下パーキングに入るなんていう経験は。はい、こちらですね。もうね迷路みたいになってます。ここは今ね地下1階、そしてここにエスカリエ、階段がありますのでさらに下がっていく。アソンスール、これはエレベーターですけども、このパーキングに、地下2階のパーキングに行きます。何をお見せしようかっていうと、もちろん車じゃないですよ。車じゃなくて車の後ろにあるものをご覧ください。わかります？壁ですよ。このね石のブロック、これがフィリップ・オーギュスト時代のパリ市を守っていた城壁なんですね。こっち側にもあります。ほら、これねギャラリーみたいになっていますけど、こんな風にねパリの地下にはかつての12世紀のパリの城壁が残っているんです。扉があります。開けてみようか。開くんですね、ここはい、こんな風に入ることもできるんです。ほら、先ほどねフランスの語学学校のところに白板の後ろにこの壁の跡が残ってるって話をしましたが、こういうね城壁っていうのは壊さずに残ってることが多いんですよね。でここはね丸くなってて、ほら塔になっています。こんな感じですよね。でね、このブロックよく見てみると、ほらトンカチでねブロックを整えた跡があるでしょ。こんな風になっているんですね。はい、非常に迫力があります。ではね戻っていきましょう。先ほどの塔がありましたけども、塔はねだいたい60メーター間隔で設置されていたって言われていますね。城壁がぐるっとあって60メーターごとにあんな大きな塔がね設置されていたんです。なんで60メーターかというと、当時ね塔には守っている人、兵士が待機していたんだけども、その兵士はね弓を持っています。で弓の射程距離がちょうど30メーターだったらしい。そうするとソフティ、出口ってにね、ソフティの方、出口の方に行きます。そうすると一つの塔から30メーターの射程距離の兵士がいて、で隣の塔からまた30メーターの弓をね射ることができれば、その城壁の周り全て守ることができるっていう、仕組みになっていたんですね。そんな感じでね60メーターごとにフィリップ・オーギュストのね塔がありました。ということでね、またマザリン通りに戻ってきました。はい、ここからねまた、サンジェルマン・デ・プレの方に向かっていきましょう。ここでね見えますかね、大きなドーム型の建物が見えてきました。あれがねフランス学士院という建物で、国立のアカデミーが入っているところです。ちょっとね階段登ったのでまた息が切れてる。はい、学士院の中にはねいろんなアカデミーが入ってるんだけども、例えば建築アカデミーとか芸術アカデミーとかね、
そんなのがたくさん入ってるんだけども、その中でもね有名なのがアカデミー・フランセーズといってフランス語のね、正しさとかそういうものを決めているアカデミーも入っています。さあここをね曲がっていきます。そうしてほらここにカフェがありますよね。ここねかつて劇場だったところなんです。というのもほらこんな風に書いてあります。見てみましょうか。ジャックカロ通りっていうんですが、ここにね、ジュドポンムっていうスポーツをする、室内競技場があって、そこは1671年3月16日初めてオペラのパリを公演したところですというふうに書いてあります。こんなところにねパリで初めて行われたオペラの公演場所があったってことなんです。非常にね歴史にあふれている場所ですよね。今ねちょうどお昼時なのでみんながね昼食とっています。でここはもう一つこういうねギャラリー通りになっているんですよ。ギャラリーにあふれている、いろんなところがねギャラリーだらけ、でこんなね足の置物なんかもあって、芸術にあふれているところなんですが、まさにそんな芸術にあふれるところだからこそと言ってもいいのかな、ラ・パレットっていうカフェが見えてきました。ここはねピカソなんかもよく来ていたって言われるカフェです。そしてこのパレットっていうところ、もうちょっとこの先の道をね右に曲がって、それで奥の方に行くとパリの芸大があります。パリ美術高等学校っていうところなんだけどね、そうするとやっぱこの辺はね、パリの芸大生が集まるなんていう、そう今ねここセーヌ通りっていうところに入ってきたんですが、ここをねまっすぐ行って左に行くとパリの芸大があります。ですからねパレットってとこなんだけども、ピカソが来たりセザンヌが来たり今の芸術家の卵たちが来たりってね、そういう場所でございます。なんかすごいいい天気になってきた。嬉しいな。ずっとね最近曇りがちだったんですがいい天気になってきました。さあこのセーヌ通りを行きましょう。セーヌ通りを行くとここにねまたすごい脇道が出てきました。この道はね行かないんだけどさ、ちょっとね見てください。わかるかな。ここにねちょっとズームしてみますよ。このずっと向こう側何か大きいね塔のようなものが見えてるじゃないですか。これがねサンスルピス教会です。サンスルピス教会といったらパリの中でも2番目に大きい教会ですね。パリで一番大きな教会はと言われたらこれはノートルダムでございます。でそのノートルダムのね次に大きいのが先ほどのサンスルピス教会です。サンスルピス教会これね有名なんだけども、その理由の一つはドラクロワっていうね民衆を導く自由を書いた画家ですけども、彼がね、晩年サンスルピス教会のある礼拝堂の壁画を描いているっていうので非常に有名になっています。はい、そしてねここなんだけども青い扉があるこの建物、結構ね立派な建物なんですが、こんな感じの建物、この建物ですがかつてここにはね、ホテルマロッコって言ってモロッコホテルがあって、でさらにその奥にディスコテック、クラブがあったんですよ。でそのクラブはね当時のミュージシャンとか、有名な人たちが来ていたと言われていて、その一人にジム・モリソンとかねローリング・ストーンズっていう人たちがいます。ジム・モリソンはねパリで亡くなっているんですよね。でその亡くなったまま彼はパリのペール・ラシェーズっていう墓地に埋葬されています。ですからジム・モリソンが好きでねジム・モリソンの巡礼お墓参りをしたいという方はぜひねパリにいらっしゃってください。さあ今ね私たちが歩いているのはジャコブ通りというところです。そしてこのジャコブ通りの左側、これがかつてサンジェルマン・デ・プレ修道院のあった敷地に入っていきます。はい、ということで入っていきましょう。今ねここにフルスタンベール通りっていう風になっていますが、このフルスタンベールっていうのがかつての枢機卿といってねキリスト教の世界の中で教皇の次に偉いくらいの人、さらに彼はこのサンジェルマン・デ・プレ修道院の修道院長でもありました。そんな人がね作った道路っていうのがこのフルスタンベール通りです。ここね非常に美しいでしょ。僕ね
サンジェルマン・デ・プレの中でも最も美しい道の一つなんじゃないかなと思っています。でよく見てみると、ほら向こう側にさ、なんか豪華な建物見えてきたじゃないですか。これ、この建物なんだけども、これが修道院長が住んでいた館です。そしてフルスタンベールはね、ここに、馬車で来るわけよ。でここで降りて自分の、住居に歩いて向かっていくわけなんだけど、またその後外出するときに馬車のね、その向きを変えないといけないじゃないですか。それが大変だということで、ここにね丸い道路を作ったんです。そしてぐるっと回ってそのまままた外出できるようにしたんですね。ということで、ここはねフルスタンベールっていう人が作ったフランスで初めてのロータリーということになりますね。はい、そんな場所でございます。そしてこのフルスタンベール通り、有名な場所がもう一つあって、それがねこんな角にひっそりとあります。ここがドラクロワのアトリエです。ドラクロワはサンスルピス教会、先ほどちらっと塔が見えておりましたが、そこの晩年ね、壁画を描くという仕事を与えられたので、ここにね、その近くにアトリエを借りてここで仕事をしていました。彼ねずっとここで生活もしていて、結局ここで亡くなっています。このね扉開けると中はちょっと中庭みたいになっていて、でさらにそこに建物が広がっていてですね、ドラクロワのアトリエなんかも見えるんですが、今ねちょっと残念ながらコロナでもう予約しないと入れないとか、そういうね感じなんで、ちょっとね今回お見せできませんけども、サンジェルマン・デ・プレ、ぜひね、いらっしゃる時はこのねフルスタンベール通り、ぜひ散策してほしい場所の一つでございます。こんなところに修道院長住んでたのかって感じだけど、どれほどサンジェルマン・デ・プレ修道院の力が強かったかってことが分かりますよね。今ねここはねカトリック学院っていう大学の教育学部がキャンパスとして使っています。はい、今ね私たちはこのアベイ通りというところに入ってきました。アベイっていうのは修道院のことですね。修道院がねここにあったんですよ。今ではねこういうアベイ通りという道路が通っておりますけども、かつてはここに修道院の建物がずらっと並んでいたんですよね。特にねここには礼拝堂、サントシャペルのような礼拝堂がありまして、マリアの礼拝堂っていうんだけども、そのね一部がね、例えばここわかるかな、クリスマスツリーの後ろ側になんかまた残骸みたいなものが見えたかな、あるんですけども、あれがねマリアの礼拝堂の一部だったところです。こういうふうにね、フランス革命でいろんなものが壊されてしまったっていうことなんですよね。フランス革命はねフランス王家の、フランス王家に対するね特権階級に対する革命だったんですけれども、特権階級って言ったらねフランス王侯貴族だけじゃなくて聖職者も特権階級でしたから、ですからね宗教施設なんていうのも、多くのね対象の攻撃の対象になってしまったってことなんですね。はい、今ねちょうど、サンジェルマン・デ・プレ教会の広場のところまでやってきました。でこの広場にはね、ただ教会があるだけじゃなくて、今ではねすごいんですよ。もうここ高級ブランドのブティック街になってしまって、そんなところもちょっとね紹介したいと思いますけども、簡単にね、はい、その前にここ、はい、サンジェルマン・デ・プレの教会に着きましたね。こんな感じ。そしてこの教会なんですけども、こんなね彫刻があります。これピカソが作ったものですね。ギヨーム・アポリネールのために作ったって書いてあるんですが、実はねこの顔をよく見ると女性の顔になってるんだよね。髪の毛も長い。実は当時の、ピカソのね恋人だったドラ・マーラの胸像になっているというふうに言われています。はい、めちゃくちゃだよね。実はねちゃんとした理由もあるんだけども、ピカソだったらちょっと何でも許せるみたいなところがあるのかもしれないですね。はい、そしてねここルイ・ヴィトンです。ルイ・ヴィトンのブティックがありますね。そしてルイ・ヴィトンのブティックをねなんかかっこいいんだけどさ、
紹介したいのはむしろこっちですね。はい、見えますか？レ・ドゥ・マゴという非常に有名なカフェが出てきた。はい、ここはね、ピカソとドラ・マーラが、ね、出会った場所だとか、あとはサルトルとシモーヌ・ボーヴォワールなんかがねここで、よく議論をしていた有名なカフェというふうに言われています。レ・ドゥ・マゴですね。ドゥっていうのは2つ、マゴっていうのは中国製のね、人形のことなんですけども、はい、レ・ドゥ・マゴがここにあります有名なねカフェでした。で、有名なカフェっていうとね、ここだけじゃないんですね。いや、なんか天気良くて気持ちいいですね。もう一つね、この隣にカフェ・ドゥ・フロールっていう店があるので、そこを紹介しましょう。このね、隣同士になってるんだよね、カフェ・ドゥ・フロール。レ・ドゥ・マゴっていうのが、ドイツのね、占領時代にドイツ兵たちのたまり場になってきたので、この隣のカフェ・ドゥ・フロールに移ってきたなんていうふうにも言われていますね。ここにもジャンポール・サルトル、シモーヌ・ボーヴォワール、そしてボリス・ビヨンとかそういう人たちが集まった。あとね、ヘミングウェイなんかも来ていたなんていうふうにも言われていますね。そしてこのねカフェの真向かいにあるのがリップというレストランで、これがブラスリって書いてあるので基本的にはビールを飲むようなところなんだけども、もともとはねアルザスの人が店をオーナーになっていたので、アルザスの名物料理シュークルートなんかを食べることができるところです。有名な文学人たちも行ったし、ここからね歩いて10分ぐらいのところに、フランス語ではセナっていうんですが、元老院と訳すのかな、参議院のようなねところがあって、政治家なんかもよくレストランに来ているところです。さあ、ということで来ましたよ。サンジェルマン・デ・プレ教会にやってきました。うわ、素晴らしい天気だな。このね今見えてる鐘楼っていうのが、これがパリで最も古い宗教建築でございます。10世紀から11世紀に作られた建物ですね。ここは革命の時にほとんどね壊されてしまったんです。ですからこの右側を見るとさ、こうスパッと切れてるけど、こういうところでね壊されてしまったということが分かりますよね。で、この教会自体は、10世紀ぐらいからね建築が始まって、でずっとね続いていくんだけども、この建築の内部っていうのはね、もうその時代ごとにね全然建築様式が違うっていう、そういう感じの場所になっているんですよね。いやー、本当に美しいな。最近ねパリはね曇り空がすごい多くて、なかなかこんな天気のがなかったんですけど、嬉しいですね。はい。で、最近までねずっとここ修復していたんですよ。けどもその修復が終わりましてね、結構新しくなったんで、ちょっと中見てみましょうか。このね入り口のところにも全部彫刻がはまっていたようなんですけども、これ全部今では革命の時にね壊されてしまっています。
はいなんか出てきましたけど、すごい迫力でしたね。ちょっと教会の中でもいろんなものを解説したいなと思っていたんですが、あの中ではちょっと喋り出せる雰囲気がなかったっていう感じですけどもちょうどねパイプオルガンなんだろうな、あれ練習なのかな、なんか演奏されてましたね。はい、すごい響きがすごいですよね。はい、ということでね、今ねちょうどサンジェルマン・デ・プレの地下鉄の入り口までやってまいりました。でここでね、別に終わってもいいんですけども、もうちょっとだけね、面白いものをお見せしようと思ってそこまで行きましょう。もう終わりますもう少しですから、はいっていう感じですけども、なんかほらなんか秋の感じがね来て、紅葉が始まって、そういういい時期になってきましたよね。本当に綺麗な感じです。そして秋晴れでね気持ちいいですよ。本当に散歩日和っていう感じですけども、このね教会の隣にこんなちっちゃな公園がここにもついているので、ちょっとねここ入っていきます。はい、そうするとねこんな公園になっているんですが、ここに見てください。まず手前にこんな彫刻があるんですよね。近寄ってみましょう。これねベルナード・パリシーっていうルネサンス時代の陶工ですね。陶器を作っていた人で、この人のね持ってる陶器面白いんですよ。ちょっとズームしてみましょう。そうするとほら蛇とかねカエルとかね貝殻とかね、そういうものがいっぱいくっついてるんですよね。この人はねこういう面白いお皿を作るっていうので有名だった人なんです。お皿をね土台をまず作って、そこに本物の蛇とかカエルとかそういうものを置くんです。貝殻とかね。それで型を取って、その型を取ったものに彩色をしてね、で焼き上げる。そうするともうお皿の上にねそのまま動物とか生物が乗っているんじゃないかなって、そんなね感じの、彫刻が作れる、器が作れるということなんですね。そして最後に皆さんに紹介したいのがこの門でございます。セーブルのね陶器工場で作れた門なんですね。1900年にパリで万博がありました。その時に万博会場に展示されていた、ちょうどねアンバリットで万博が行われていたんですが、その時に展示されていた陶器で作った門なんですね。すごいよねこれ。ちょうどね1900年の万博といったら、ほらパリの地下鉄が開通したのが1900年でしたよね。その時の地下鉄の入り口、エクトール・ギマールっていう人が作りましたが、アール・ヌーボー様式でしたよね。まさにそれと同じように植物をモチーフにしたり、そして動物をあしらったり、あるいは虫、ほらアーチのねちょうど頂点のところにはなんだろうこれ、スカラベかな、フンコロガシ、そんなね虫なんかのモチーフにもなっています。でここのね中央の、メダイオンという丸い中には女神がいて、肘をついているのがあれがちょうどね陶器を焼く窯になっています。そして右手で持っているのが壺ですよね。で彼女の足元には絵付けをするためのパレットなんかもあって、でさらにその下、そうするとここで焼く窯のところから火がぶわーっと出てるんだけども、それが女神の髪の毛と一緒にね表現されているって非常にね面白いデザインになっていて、で隣にいるのが薪をくべようとしている子供、そしてこっちの子供はほらろくろを回してさ器を作ろうとしてますよね。そしてさらにこっち側の子供たちは器にね取っ手をつけながら仕上げを行っているところ、そんなね、陶器の門でございます。そしてねこの門の隣にはこういうふうにレモンの木がねあるんですよね。レモンが少しずつ黄色く色づいてきました。冬がねこれからやってくるっていうそのね到来を私たちに告げているようです。ということで今回はこのレモンツリーとセーブルの、陶器で作った門のね前からお別れしたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで今回はサンジェルマン・デ・プレの裏道を紹介いたしました。サンジェルマン・デ・プレと言いますと高級ブランドショップが並んでいるところっていうねイメージがあるんですけども、歴史的に非常に豊かで、そして素敵な裏道にあふれているということを分かっていただけたんではないかなと思います。それでは今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。皆様の感想お待ちしております。コメントに書いてください。そして
パリでねこんなところ紹介してほしいっていうことがありましたら、これもねコメントに書いていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。